作者こだわりの本誌からの修正。過失箇所。チェーンソーマン。一部ラストのレンジの冷蔵庫のタッパの中身過失。マジか。中身もろ見えや。かぶら鉢から、どこだ？セリフじゃないよ。わからん。アホ毛か。正解。シャルの頭が異常にでかく見えるの気になってたから直されてよかったわ。やっぱり君は血まみれが似合うね。カラーでお見せできないのが残念だよ。はは。いいね、カラーに生えて。やっぱりそういう血まみれが似合うよ、メダカちゃんは。掲載がカラーかどうかでセリフを変えてきたやつ。さすがセリフにこだわる西尾維新って感じがして好き。なるほど。そういう修正パターンもあるのね。この過ちは絶対無駄にしないと誓う。君の最悪の過ちは絶対無駄にしないと誓う。本誌と単行本でセリフが変わってた箇所。アルミンがエレンの虐殺を肯定したって言われて変えた箇所なのかな。確かにアルミンに最悪の過ちって言わせることで肯定はしていない感が出てるな。進撃の過失なら、エレンの行動がミカサが天寿全うするまでの平和を守れたのは良かったなって思った。まあその後に報復来るのも巨人がなくても人間は変わらないってことでは面白かった。マートリはページ全体の修正も結構あるね。わかりやすくなってよい。修正後の方が迫力あるし見やすくなってていいね。ただ週刊連載しながらこんなことやってたらそりゃ首がゆく。じゃああんたも恥ずかしくないように勉強しなさいよ。あんな怖がりのひいおじいちゃんが一緒に戦ってるわけないでしょうが。鬼滅最終回でマボたちが善逸と会ったことがあると取れるセリフに修正されてて、あいつは長生きできたんだなと読者が察すことができるのいいよね。情けない姿しか見せてなかったってことは晩年は平和に暮らせてたことが推察できるのもいい。ワンパンマンも過失で怪人変わったよな。毒液が可愛くなりすぎてて草なんだ。修正ってなんだって。五条襲撃時のジョウゴのポーズ。こんな細かい修正もしてるのか。漫画家ってすごいな。確かに修正後の方が良いな。この後着地の衝撃で道路が割れるコマなんだけど、修正前のポーズだと確かに忍者みたいにスタッと着地しちゃいそうなんだよね。単行本で胸を大きく修正されたエロキャラがいたな。谷垣源次郎って言うんだけど。必要のない修正。作者のモチベ向上に必要。作者の性的思考を一身に受けてる子。胸毛が増えた？筋肉はまあぎりわかる。胸毛ぞ思うは必要ある。作者9歳のお知らせ。単行本作業で谷垣の首を太くしたりして興奮して疲れたせいかもしれません。いくらなんでも太くしすぎじゃ。北斗の剣世界では稀によくある太さ。興奮して疲れたのが本当かどうかはともかく興奮はしてたんだろうな。土低能はダメなの？じゃあ腐れ脳みそにするわ。それならいいよね。修正した方が攻撃力が上がってるやつ。指摘された直しでもただで起きない黒根性を感じる。ダメかがダメかに修正。これはパッと見意味が入りやすいようにかな。そうか、彼岸島のこれもそういうことだったのか先生。ハンタのビノールとの過去。単行本派だから知らなかったけど、あれって本誌にはなかったんだね。そう、過去回想〇〇単行本過失。知らなかった。ガラスの仮面は雑誌とコミックスで全然話が違うんだっけ？コミックスしか読んだことないので詳細を知らないのだけど。ガラスの仮面は雑誌版、別冊版、コミック版と3種類ある。内容もある時点から分岐してるパラレルワールド状態。単行本は作者さんが毎回書き下ろしてるという。そりゃなかなか綺麗に収束しないわ。ハンディ様人形。第3弾2500円。草。シリーズ化されてたのかハンディ人形。第1弾と第2弾を出す伏線回収もお見事。本誌では、ここは広告、だったのよ。蒲生博。説明の句。雑。昔よくあったよね。本誌で広告だった部分の単行本時の穴埋め。はーい。お待ちど。これがスーパー食いしん坊の。卵のジャンボケーキだ。急に無になるな。これほんと好き。溢れ出るナウローディング感。少女漫画だと作者の近況が掲載され、少年漫画だと流れに合わせた新規カットが追加される印象。かぐや様で少女漫画ネタの時に連載時にわざわざ広告コマ入れて、単行本でそのスペースに作者近況を入れるって手の込んだネタをやってたな。いずれ俺たちは数年で死ぬ。どれだけあがいたところで皆死ぬ。これ以上生きて何がある？俺が終わらせてやるエレン。もういいぞ。なぜあがく？お前は何のために戦っている？何のために？エレン。俺はもう終わりにしたい。俺とお前のどこが同じなんだ。もういいだろ。興奮しながらライナーのセリフ書いて賢者タイム後の単行本作業で、ライナーはこんなこと言わないってなって大幅修正した伊佐山先生。めちゃくちゃ変わってたんだここ。
確かに自殺願望を相手に押し付けるのはライナーらしくなかったけど、単行本でセリフを微修正するのは今までもちょくちょくあったけど、ここまでがっつり雑誌掲載から変えるのは珍しいよね。ライナーの描写には繊細にこだわるガビ山先生。呪力で強化された血液の初速は音速にも及ぶというセリフが単行本修正で、呪力で強化された血液の初速は音速をも超えるになってた。音速って書いたけどやっぱりもっと速いだろってなったのだろうか。先決は音速超えってわざわざ修正してるんだな。父上、下々民たちが天竜人の俺に口答えしたから銃を貸してほしいえ。父上、こんな汚い場所で暮らすから母上は病気で死んだい。父上、あいつらなんでひれ伏さないのかい。父上、なぜ追われるのかい。天竜人の一家だ。殺すな。ずっと生かして苦しめろ。ドフラミンゴの過去回想、天竜人から追われる身となった境遇を感じるセリフに変わった。後川に血も追加されてるね。子供ながらに環境が恐ろしく変わって、その後の父親に手をかける流れにつながりやすくしてるのかな。ゴールデンカムイならにおじも過失だよね。匂うてはるよ。手が然としてた人は意外と多かったな。これはメタファーじゃなくガチだから、まるで〇〇のようじゃなくて実際〇〇してたって衝撃。郵便配達のじいさんが偉いよい笑顔になってる過失修正好き。まさに巨大な血。先生への単行本修正箇所は見つけると嬉しくなる。高難易度。これはサイズの間違い探し並み。どこ？マジでわからん。流行った。流行っ。俺も祭り出てみていいっすか？俺も祭り出てみていいですか？コキ。彼岸島らしくなってきたと当時言われたサムライエイトの修正。コキ。言葉遣いのイキリ感が消えた代わりにコキが追加されたの意味わからなくて笑う。あと線やトーンの陰影が濃くなってるね。この辺りが単行本で加筆されたシーンだと知った時はびっくりした。なんで？いや部下がちゃんと仕事してるかを見てる上司なのは言われればわかるけど、なんで？あいつは鮭が大好物なんだ。この握り飯が鮭だから畜生。あいつはイクラが大好物なんだ。この握り飯がイクラだから。イクラの方が可愛いから仕方がない。これを見に来た。でもこれはいくらで本当に良かったと思うよ。もはや殿堂入りだろ筋肉マン。これは修正後の方が強さに説得力ある見た目だからまあ。筋肉マンはコミック修正じゃなくて1話後にすら大幅な修正加えるからな。悪魔超人とか。誰だお前ら。こいつら単行本でも修正されてないから。なんなら40周年記念ムービーでも今のが風に寄せて出てきてるからな、このコマ。ゆではこれに反省したのか、新しい敵キャラは本格的に出番が来るまでマントかぶせたりして隠すようになったな。1話丸々加筆とかも結構あるんですね。いくつかまとめましたが楽しかった。ガラスの仮面全バージョン読みたいな。これもある意味物語の加筆、人に勧めたくなるスピンオフをまとめた動画も面白いです。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。